私は現在、心理学を学んでいるのですが、今回もその学びの一部を皆様と共有したいと思います。今回の話は、嫌な時には、はっきりノーと言おう、という内容です。このことは当たり前のように思えますが、実際に、日本人の中にはこれができない人も多いような気がします。今回の話では、嫌なのにノーと言えずにいれば、どのような不都合が起こりうるのか、また、どうすればノーと言えるようになるかに焦点を当てます。職務上の任務など、どんな状況でもノーと言えるわけではありませんが、自分が気乗りしない場合、はっきり嫌だと言っても構わない状況もあります。そんな時でも、ノーと断れずに、やりたくないことを引き受けてしまい、自分を苦しめてしまう人も少なくありません。例えば、友人から夜遅くに、今日は本当に辛いことがあったんだ。少し話を聞いてほしい。と頼まれた場面を想像してみてください。自分も忙しい一日を終えて、とても疲れていて、もう寝ようとしていた時です。そんな場面でも、友人が辛い時には、無理をしてでも話を聞かなくてはならないと感じる人もいるでしょう。断りたいけれど、断る勇気が出ずに、結局は自己犠牲を払うことになるかもしれません。別の例としては、イボ柄の望まない介入があります。子供の就職について、自分としては子供の意向を尊重して、英会社を受けさせようと思っていました。しかし、義母が英会社よりも公務員になった方が良い。としつこくアドバイスしてきます。こちらとしては迷惑に感じますが、相手が義母だとはっきりノーということもできません。そのため、義母医は遠回しの表現をして、伝えたいことが伝わっているのか不明瞭なまま、心にもやもやとした感情を残してしまうこともあるでしょう。このように日本では、嫌なことでもはっきりノーと言えずに、無理をしてしまうことや、内心で不快な感情を抱え込んで、自分自身を苦しめる人も少なくないのです。本来ノーとはっきり伝えることが可能な場面でさえ、それが難しいと感じる人は、幼い頃の家庭環境が大きく影響しているのでしょう。おそらく、ご両親に自分の嫌だと感じる気持ちを、認めてもらえなかった経験が多いのでしょう。嫌なことに対しても、子供の頃にノーということが、受け入れられない環境で育った可能性が高いです。このように話すと、親が悪役のように思われてしまいがちですが、それは違います。というのも、親が子供のノーを受け入れられなかった背後には、それなりの理由があるからです。日本特有の皆と同じでなければならない。という文化的な風潮が強いことが一因でしょう。日本では、個人の意向よりも集団に合わせることが、求められる場面が少なくありません。また、忍耐や自己犠牲を美徳とする社会風潮が根強いため、嫌であっても我慢をすることを強いられた人もいるでしょう。年功序列が色濃く残る日本では、親の意見が尊重される傾向にあり、立場の弱い子供の意向は無視されることも珍しくありません。このような背景から、日本には嫌でもノーと言えない人が多いのではないかと思います。文化的背景があるにせよ、嫌な時にはノーとはっきり断れないのは、好ましくない影響を及ぼすことも多いです。自分が嫌だと感じていても、それを表現できずに他人の意向に従うことで、自己の感情や欲求を抑え込むことになり、心に不満が積もりがちです。たまになら、さほど問題にはならないでしょうが、このようなことが頻繁にあれば、自己の満足考えられず、欲求不満が増してゆくでしょう。フラストレーションを感じ、不満を抱えた状態で過ごすようになります。相手に対し、はっきりと自分の気持ちを伝えられないことで、相手に敵意や怒りを抱くことさえあります。そうなれば、普通に振る舞っているつもりでも、非言語的なコミュニケーションで敵意や怒りが相手に伝わってしまうことも、珍しくありません。不満を持続させると、人間関係の構築も困難になります。
自分自身も幸せでなく、おまけに人間関係も悪化することでしょう。嫌な時にノーと言えないことは、それだけでなく、もっと恐ろしい弊害があります。自分を押し殺して、相手に合わせて気乗りしないことをやり続けていれば、いずれは自分自身を見失うでしょう。本来自分が心底望むものが見えなくなり、自分の本当の気持ちがわからなくなってしまう危険もあるのです。そうなれば、他人主導で人生を生きることになり、他人の意向に自分の行動が左右され、自分の人生を生きることもできなくなります。この状態は自分自身とつながっておらず、真の喜びを感じることもなく、幸福感を得ることもないでしょう。これらのことがノーとはっきり言えないことが引き起こす弊害なのです。そのような弊害を防ぐためには、自分が気乗りしないときにノーということが必要です。ただ、その際には言い方に配慮することも重要です。感情的にならず、自分の気持ちを率直かつ誠実に伝えることがポイントです。アサーティブな態度が求められるのです。アサーティブとは、相手の権利を侵害せずに、自分の意見や要求を率直に伝えることを意味します。自分の主張を一方的にするのではなく、相手を尊重しつつ、双方を平等に重視する姿勢のことです。これにより、建設的なコミュニケーションが可能になるでしょう。先ほどの例では、こんな感じで返答しても良いでしょう。今日はとても疲れていて、もう休みたいので、今は話を聞けないけれど、明日の夜9時までに電話してくれれば、ゆっくり話を聞けると思うよ。と伝えることができます。もう一つの例では、お母様の心配する気持ちはありがたく思いますが、息子は英会社への就職を望んでいます。私たち夫婦も息子の意向を尊重したいので、この件についてはお母様にも息子の意見を尊重していただければと思いますと言っても良いでしょう。ただ、これまでノーと言えなかった人が、これからは嫌なことにはノーと言おうと心に決めても、すぐに変わるのは難しいかもしれません。そうした場合は、小さなノーを言う練習から始めると良いでしょう。まずは、日常の些細なことから意識してノーということを試みてみるのです。例えば、もしパートナーが今夜は餃子が食べたいな、と提案してきたとしても、自分がヘビーな食べ物を避けたいときは、今日はちょっと餃子ワインに重いから、もっと軽いものでいいかな、と提案してみましょう。最初は言いやすい相手から始め、小さなノーを積極的に伝えることで、徐々に大きなノーも言えるようになります。ノーという練習を重ねることで、自然とノーと言えるようになり、自尊心も向上します。自尊心が高まると、アサーティブに対等なコミュニケーションを取ることも可能となり、自分が本当に望むことを追求しやすくなります。そうなれば、幸福感も増し、幸せな気持ちで生活できるようになるでしょう。今まで小さなことだからと我慢していたことも、これからは嫌なことに対してはしっかりとノーと言い、自分自身を大切にすることで、より豊かな人生を歩んでいきましょう。ご視聴ありがとうございました。これからも時々心理学の学びをシェアします。応援いただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。